はい、皆さんこんにちは。海猫クラフトと申します。この動画では、CAD とレーザー加工機を使って、エンジン付きのすごく速いサップを作っていきます。コンセプトは記載の通りで、分割ができてなおかつ滑走ができる船体にしようと考えています。はい、作り方はですね、今回レーザーカッターを使用します。そして、材料として軽量な合板 2.5mm を使っていきます。はい、これが衝動買いしたレーザー加工機です。見た目は大きなプリンターのような、外観です。作りはとてもしっかりしています。データが完成したので合板を切っていきます。このようにプリンターで紙を印刷するみたいにベニヤ板を送りながら、これをレーザーで切っていきます。はい、こんな感じでどんどん切っていきます。はい、今回欲を出して肉抜きをしてみました。はい、パズルのように板を切って、板同士をつないでいきます。瞬間接着剤で仮止めしていきます。分厚めの部品は何枚か板を貼り合わせて作ります。今回ストリンガーとバルクヘッドの交差する部分に溝を作っています。はい、その溝にですね、このピンのような木を差し込みます。はい、この溝にピンを差し込んでやると、バルクヘッドとストリンガーの、上下の高さが合います。そして、このピンのところ90度になってますので、バルクヘッドとストリンガーが90度に固定されます。はい、この丸い板ですけど、これは骨組みとデッキの接着面積を稼ぐために使用します。骨組みだけで仮組みするとこんな感じになります。シアー材をサイドの板に貼り付けていきます。隔壁にサイドの板をつけていきます。取り付けには隔壁の突起と割り箸を使います。はい、同じようにボトムの板もつけていきます。これも割り箸でくっつけていきます。バウ先端の板を結束バンドで留めていきます。板が精密に切られているので、特に曲げとかに困ることなく結束バンドを締めるだけで形が出来上がります。はい、今のところ寸法通りに仕上がっております。
角の部分をパテで補強します。そしてその後ガラス繊維でさらに補強していきます。これはエポキシで船体の内部をコーティングしています。その道具にはダイソーの噴霧器を使っています。ここでハケを使わないのは、ハケだと余分な樹脂を塗って、それで船体が重くなってしまうからです。船体の結合に使うディレクターパイプを取り付けていきます。結合部のメス側なんですけど、これは電気工事用の電線管と呼ばれるパイプを使っています。この電線管は内径がディレクターパイプとぴったりなので、使えるかなと思って選んでます。この電線管なんですけど、素材が塩化ビニールということで、腐食に強い、あと接着剤との接着性もいいということで、この素材を選んでおります。結合部はこんな感じです。結合部の板は、分厚めに、厚さ 12mm の板としております。板の接合に使った突起の部分と割り箸を外していきます。この後、デッキの上の板ですね、上の板をつけていくので、それにぴったり合うようにシアー材、サイドの板の補強の木ですね、それを削っていきます。このシアー材はデッキとの接着ののりしろのような役割をします。このシアー材はですね、船の横の補強になるのと、あと、このシアー材があるから船の横のラインがきれいに出るという面もあるそうです。デッキの真ん中にはですね、支えるための細い板をつけています。これからデッキを接着するんですけど、そのために接着剤を塗っています。接着剤は2種類使い分けています。濡れる恐れのある部分はエポキシパテ、濡れないところはフローリング用の建築用の接着剤、ウレタンの接着剤を使っています。誤差なくデッキがつきました。パテで表面の凸凹を埋めています。凸凹が残っていると FRP 化の作業の際、気泡ができて、後で困ることになります。ここでですね、少しでも隙間が空いていると、後で浸水することになるので、一生懸命パテで穴埋めをしています。表面の凸凹をサンダーで削っています。これは普通のマスクしてますけど、もうちょっといいマスクした方がいいですね。これちょっとこの後数日間喉が痛かったんで、皆さんやるときはマスクいいの使ってください。船体表面をブラッシング、FRP でコーティングしていきます。ガラス繊維は少しでも軽くしたいので、シャープ100の一番軽いものを使っています。エポキシを塗っていきます。エポキシは土木用の低粘度のものを使っています。E206 という、定番の、そのボート作る人の間では定番のエポキシです。ちなみに使ってる道具なんですけど、ダイソーで売ってるゴムヘラですね。これが非常に使い勝手がいいのでよく使っています。無駄な樹脂をなるべく落とすイメージで塗っていきます。裏面のグラッシングが終わりました。余分なガラス繊維を切り取って、また角を削っていきます。デッキのグラッシングをやる前に、マスカーテープでマスキングを、していきます。このマスカーテープもダイソーで買いました。デッキのグラッシングをやっていきます。もしこれで船体表面に凹凸が残っていたらどうなるかという話なんですけど、
ガラス繊維が船体と密着しない部分ができて、そこに気泡ができます。するとどうなるかっていうと、後でそこを削って、そこだけもう一回グラッシングするという、二度手間が生まれます。バウの部分は取っ手をつけたりするので、ちょっと厚めにガラス繊維を重ねています。はい、これはトランサムですね。抵抗を減らすためにこのような形にしています。はい、トランサムついたらこんな形です。はい、エポキシは紫外線に弱いので、ウレタンのニスで、表面をコーティングしていきます。はい、使っているのは油性の、ウレタンの一液のニスです。ウレタンには、水性のウレタン塗料もあるんですけど、こちらの油性の方はですね、塗膜が厚くて、耐久性がありそうな感じがするので、こちらを使っています。デッキに取り付ける D リングのようなものを作っています。市販の D リングもあるんですけれども、素材が軟質の塩化ビニールだったりして、剥がれやすいんですよね。なんでやっぱり、木で作ってエポキシでくっつけるのが一番強くつくので、作っています。作った木の部品と、直径 2.5mm のステンレスの棒を組み合わせていきます。部品の表面はエポキシでコーティングします。重さは1個 9g ぐらいですね。ドレンなどをつけていきます。バウの先端にもドレンプラグをつけています。トランサムのパイプの部分を作ります。D リングのようなものをデッキに貼り付けていきます。トランサムの下の板ですね、削って微調整しています。PF2 とマーキュリーが使えるように、トランサムの板を微調整していきます。はい、なるべく抵抗を減らしたいので、このような形にしています。打角もある程度取りたいので、これぐらい削りました。ハンドルと、クッションのマットをつけていきます。BF2 もですね、キャビテーションプレートが船底のちょっと下に来るようなぐらいに、設定できました。強度試験の様子です。特に、損害はなかったので、これぐらいだったら大丈夫ということですね。大体できましたんで、海でテストを。ご覧の通り車の中特に片付けてないんですけど、分割サップ普通に車に詰めております。積載状況はこんな感じです。ナットで結合部分の仮止めをしていきます。これはですね、バーベルストッパーというもので、筋トレするバーベルですね、あれの重りを止めるためのものです。
なぜかこれはエレクターパイプにぴったりのサイズなので、これをジョイントのですね固定に使います。剪定形状の外観です。左上にスペックの表を載せております。全長は330センチ、これは2馬力ボートの最大サイズである333センチに収まるようにしています。横幅は十分な安定感が得られる90センチとしています。剪定形状の特徴ですけれども、これは線尾の部分で平底になる V 字の底にしています。この形の狙いなんですけれども、波切りの性能も良くて、なおかつ、釣りをするための安定感もあって、かつ水平な姿勢で滑走ができて、ロスが少ないというのを狙っています。この日はたまたまカヤックの大会があったようで、シーカヤックの人がたくさん集まってました。やっぱりシーカヤック、流線形でかっこいいですね。2馬力サップの曲線がなんかスムーズな感じなのは、これは CAD のおかげです。道具の入った買い物かごは後ろに積載します。トランサムの角度は一般的なボートと同じく12度としています。それによってですね、キャビテーションプレートを船底と平行に設定しやすくなっています。漕ぎの速度は時速3キロから4キロぐらいですね。で、漕いだ感じはインフレータブルサップよりはちょっと重たいです。これはやっぱり水に沈んでる部分が大きいのと、あとトランサムの部分が、スパッと切った形になっているからですね。はい、立って漕いでます。立って漕げるぐらいの安定性はありますね。でもちょっとフィンが欲しくなりますね。エンジンはホンダの BF2 です。純正状態で特にパワーを上げるために何かいじってるということはないです。走行の姿勢には特に問題はなさそうです。船尾側の映像です。トランサムの面が水から浮いて滑走していることがわかると思います。速度チェックです。巡航速度は14キロから15キロぐらい。最高速については、この状態で時速16キロでした。ただこれはまだもうちょっと伸びると思います。ちなみにこの動画お魚は登場しません。私はですね、釣りをしながら片手にロッドを持ったままエンジンをかけたいなという願望があるんですけど、それが叶えられております。波切り性能のチェックをしていきます。この日の風速は北風4メートルです。
波もちょっとバチャバチャしているなという状況です。2馬力ボートで怖いのはやっぱり波にバウが突っ込んでしまうことだと思うんですけど、これは結構バウ反らせて高くしてますので、大丈夫そうですね。これぐらいの波だったら大丈夫そうです。あと、今回思ったより良かったなと思ったのが乗り心地でして、前回作ったものは座ってるお尻の下は平底でもう真っ平らだったんですけど、今回、新しいものについては、全部 V 字にしてみました。これが速度を求めたものなんですけど、思ったよりですね、これが乗り心地が良くて、波があっても割と快適に乗れました。あと心配してたのが、ベンチレーションの発生ですね。プロペラの後ろに空気が入ってきてしまって、プロペラが推進力を失ってしまうという現象なんですけど、今回ですね、そのあたり工夫を重ねまして、ベンチレーションほぼ起きない状況になりました。波があってもですね、ベンチレーション起きなかったので、これはすごい嬉しいですね。あとまだ検証し足りないなと思うのが、ブローチング現象というものがあるんですけど、これは船が後ろからの波を受けて、安定を失って転覆してしまうという、現象なんですけど、今のところ特にそのブローチングを起こしやすい兆候とかはないんで多分大丈夫だと思うんですけど、もうちょっと検証したいですね。はい、この動画、あとはですね、八景島シーパラダイスの周りを半周して帰ってくるという動画になっております。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。もしよければですね、動画の、グッドボタンと、あと、マイリスト登録なんかもしていただけると嬉しいです。あとですね、よければ、概要欄の方に Twitter の、リンクも貼っておきますので、そちらの、フォローもしていただけると嬉しいです。はい、なお、次回の動画の予定なんですけれども、今見ていただいた、この船体形状と同じ形状で、分割でないもの、一体型のものを作っております。当然一体型の方が軽くできますんで、それがどれぐらい軽くなるのか、そしてスピードがどれだけ出るのかっていうのをちょっと、試してみたいなっていうのもあって、そういうのを今作っています。はい、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございます。またですね、次回の動画でお会いできればと思います。ありがとうございました。